鮮やかな色でも暗い色でも綺麗に発色しています。マリモが出来上がりました。余裕を持って色をぼかすことができます。乾きがゆっくりなのが功を奏してる感じがしますね。こんにちは、山田幸子です。今回は水彩紙について取り上げたいと思います。以前は値段や書き味といった点から初心者向けの水彩紙をご紹介しましたが、今回は水彩画を描いていて、もっといろんな紙を試してみたいという方や、少しお金がかかってもいいから書き味のいい水彩紙を使いたいという方に向けて、綺麗に水彩の表現がしやすい紙をお教えします。1種類だけだと比較がしにくいかなと思ったので、じゃん !2 種類買ってきました。ストラスモア、そしてウォーターフォードです。どちらも紙の目は中目、サイズはサムホール、厚さは 300g 毎平方メートル、12枚閉じのブロックタイプとなっております。これだけ条件揃えたら、純粋に書き味の違いだけを比較できると思います。これから使用感をお伝えするわけですけれども、使う絵の具は毎度おなじみホルベインの透明水彩です。一色だけじゃなく、いろんな色を使って塗り比べます。ぜひ最後までお楽しみください。はい。ではまず、ストラスモアから。私も初めて使う水彩紙なのでね、どんな紙なのかっていうのをこれから見ていきます。ホルベインから出てるみたいですね。で、先ほど申し上げたような仕様の紙でして、ここになんかパラメーターみたいなのが書いてあります。表面強度が強かったり、滲みやぼかしのしやすさが強みのようですね。コットン 100% の水彩紙で、絵の具の発色も良さそうな予感がします。この説明の部分には、強靭な水彩紙と書かれていて、どうやら紙の表面の強さだったり重ね塗りに耐えられそうな感じっていうのがしますね。ここに表面が強いので鉛筆の塗りもよく毛羽立ちもありませんと書いてあります。ペロッと裏側を見るとアメリカの水彩紙みたいですね。はい、こちらお値段は税込みで1760円でした。大きさとか、あとスケッチブックタイプなのかこういったブロックタイプなのかによってもお値段微妙に上下してくると思います。以前の動画で初心者向けの水彩紙代表として紹介したこのビフアールに比べると少しだけ値段高めなんですけれども、そこまで高すぎっていう感じ、超高級という感じではないです。あくまでも今回はちょっといい水彩紙を紹介するということなのでね、ビフアールに慣れてきたなっていう時とか、他の紙も試してみたいなっていう時にいいんじゃないかなと思います。早速開けてみます。実はストラスモアは紙の目が中目しかないんですね。他の粗目とか細目とかはないです。紙の表面はそんなにデコボコが目立たない感じですね。あまり紙の表面のデコボコが強いと、そのデコボコの部分が影っぽくなって絵全体が暗く見えたりとかすることがあるんですけれども、この紙は割と滑らかな中目なので、紙のデコボコによって画面が暗く見えちゃうっていうことはなさそうですね。じゃあ早速絵の具を塗っていきます。絵の具の発色を見るために、まずできるだけ鮮やかな色で塗ってみますね。鮮やかといえばオペラかなと思ったので、元気なピンク色を塗ります。一応筆の水分量は多すぎず少なすぎず、普通ぐらいの感じでいきます。割とパレットに溶いた時の絵の具の色と近い発色の仕方をしますね。反対に鈍い色も塗ってみます。このあたりのね、シャドウグリーンとかどうでしょうか。はい、どうでしょうか。パレットで溶いた色と実際に紙に塗った色です。そんなに違いがないですね。あまりこの2色を同じ絵の中で使うことって少ないかと思うんですけれども、鮮やかな色でもちょっと鈍めの暗い色でも綺麗に発色しています。はい、それではお次はね、重ね塗り試してみます。前回の動画でもやったんですけど、赤い絵の具とあと黄色い絵の具ですね。この2色を重ねます。今塗った赤を乾かしまして、乾くのも結構早いですね。そうすると皆さんお察しの通り、この重なった部分はね、ちょっとオレンジっぽくなります。色の重ね塗りも綺麗に出てますね。確かに紙の表面が強めなので、筆でガシガシこすったりしても紙の表面が毛羽立っちゃったりとかすることはまずないですね。じゃあお次の検証は、この乾ききった色を水筆でなぞった時に色がどれぐらい溶け出すのかっていうのを見ていきます。こ
んな感じでちょっと下半分だけ水筆でなぞってみました。結構しつこくなぞってもあんまり色が溶け出さないですね。お隣のシャドウグリーンも今度は上半分をなぞってみますね。一応溶け出すことは溶け出すんですけれども、そんなに大きく動いたりもう完全に取り除くようなことは多分できないと思います。ティッシュを使って水筆でなぞった部分、色がどれだけ取れるか試してみましょうか。結構残りますね。ティッシュを使って色を取っても一度塗って乾いた色がある程度しっかりと紙に残っています。かといって溶け出した部分が汚くはならないです。じゃあ次は色がどんな風に滲んでいくのかをこの緑色を使って試します。色を滲ませたい時はまず最初に綺麗な水を使って滲ませたいところをね、綺麗な水で濡らしましょう。まずはこの緑一色だけ使って滲ませてみます。すごい綺麗に色広がっていきますね。マリモが出来上がりました。じわじわっと紙の繊維に沿って色が広がっていくの分かりますでしょうか？にじみの広がり方は非常にいい感じですね。森の木の表現とかに使えそうです。はい、じゃあお隣に今1色だけでやりましたので2色とか複数色を使ったにじみをやってみます。今塗った緑とこの青を使います。こちらの青も混ぜて使ってみますね。綺麗にふわっと植物、苔みたいに色が広がっていきます。違う色を混ぜてにじませてみても綺麗ですね。そしたらこの辺のちょっと狭いスペースになってしまいましたが、空の色とかをグラデーションさせて表現する方もいらっしゃると思うので、どんな風なグラデーションになるのかっていうのを見ていきます。軽く濡らしてから色を置いて、でまたぼかしていくっていう作り方ですね。すいません、スペースが狭くなってしまいましたが、グラデーションも割とやりやすいです。色の広がり方がすごく独特な紙というか、紙の表面が強いので、一回乾いたところにまた色を重ねたりとか水筆でこすっても紙が負けるようなこともなくて、その点とても塗りやすいのですが、一回紙に定着して乾いた色が本当に動きづらいです。重ね塗りを楽しみたい人におすすめの紙かもしれないですね。今こうやってなんとなく塗ってるからいいんですけれども、例えば何かしらはみ出せない境界線があって、ちょっとはみ出しちゃったなっていう色が乾いてしまうとなかなか修正しづらいということになります。すぐにティッシュで取り除いてもやっぱり少しはみ出した部分の色の跡残ってしまいます。こうやって水筆でなぞって一生懸命取ろうとしてもあんまり取れないですね。一回乾いて定着した色は基本的に完全に取れないものだと思ってください。確かにこの最初の説明書きの通りめちゃくちゃ強靭な紙です。濡れている状態でガシガシ色を重ねても平気ですし、何回色を重ねてもへっちゃらっていう感じがします。この紙は鮮やかに絵の具を発色させたい時や何度も重ね塗りをして絵を描きたいという時におすすめの紙です。こんな風ににじみもものすごく綺麗に広がって変な境界線のようなものもできないので、紙の表面のデコボコも目立たないですし、とにかく綺麗で繊細な表現をしたいなという方におすすめの紙です。めっちゃ狭いスペースでやりましたが、グラデーションもそれなりに綺麗に決まってると思います。とってもいい紙ですね。本格的な作品制作に使えそうな紙だなと思いました。そしたら2冊目、ウォーターフォード行ってみましょうか。ウォーターフォードナチュラルという名前ですね。自然な発色が生きるって書いてあります。このパラメーターのところを見てみると、にじみぼかしに強かったり、あと表面強度も強め、そしてコットン 100% の水彩紙と、なんだかストラスモアと似てますね。絵の具の吸い込みは遅め、そして弾きはやや強めとあります。この辺の感じ方は人それぞれなんで、実際に色を塗ってみたときにどんな風なのかっていうのを見ていきます。この世界堂のシールは剥がします。ウォーターフォードはイギリスの紙なんですね。英国王室水彩画協会認定ってマークがあります。こちらの紙は税込みで1650円です。少しストラスモアよりもお手頃です。
はい、右側がストラスモア、そして左側がウォーターフォード。ナチュラルという名前がついている通り、髪の色、きなりというか、真っ白よりかは自然なクリーム色ですね。これはどんな絵を描きたいのかっていう好みによっても変わってくると思います。ね、いつも真っ白の画面に描くだけじゃないっていうことでね、こちらの髪も鮮やかな色と鈍い色を塗って発色を比較します。そういえば言い忘れてましたが、こちらのウォーターフォードも髪の目はそんなに目立たないです。色を塗った時に確かに髪の目は少し出てるかなっていう気がします。デコボコというよりかはポコポコしてますね。絵の具の発色はこんな感じ。パレットで溶いた色と比べてみても結構いいですね。すいません、オペラと比べたら少し水分多めに塗ってしまいました。パレットで見るよりも少し落ち着いた色合いになりますね。こちらのストラスモアと比べてみるとどうでしょうか。絵の具の濃さとかね、水分量とか微妙に違うから全く同じように比較っていうわけにはいかないんですけど、ストラスモアの方が発色が鮮やかだなっていう印象です。ウォーターフォードは塗った色が乾いてくると少し落ち着きますね。それでは重ね塗りです。絵の具の乾きはストラスモアと比べるとちょっと遅い感じがします。というよりもストラスモアの絵の具の乾きが早すぎる感じがします。ウォーターフォードは絵の具の乾きがゆっくりです。紙の名前にウォーターって入ってるのがなんか関係あるんですかね。まあないかもしれませんが、ドライヤーの風を当ててだんだん乾いてきましたので、黄色を塗ります。この色の重なった部分がオレンジになってますね。はい、下の方がストラスモアになります。色を重ねた時の発色はもしかしたら若干ウォーターフォードの方がいいかもしれないです。この重なった部分の色の具合だけ見るとウォーターフォードの方が綺麗です。乾いた色を水を含ませた筆でなぞってみます。さあ、色が溶け出すでしょうか。少しは溶け出しますね。色の溶け具合はストラスモアと似ている気がします。一応周りの色は溶け出すんですけれども、一度塗った色が乾いた後の線は残り続けてます。うちのシャドウグリーンの方も試してみます。やっぱり乾いた色の境界線が溶けてくれることはなさそうですね。一度塗って乾いた色の定着度が強いです。どちらの紙も水筆でなぞった部分の色は薄くなっています。ウォーターフォードの方が色がしっかりと残っているような感じがします。溶け出した後の色を再度なぞってみると、こんな感じで多少は動かすことができるみたいですね。非常に扱いやすい紙です。そしたらね、にじませてみましょうか。髪が乾くのがちょっとゆっくりめなので、にじみもゆっくりじんわり広がって染み込んでいきます。にじみの広がり方、ストラスモアと似ていますけれども、髪の目の違いもあってか、表面の色の出方は異なってますね。同時に複数の色を使った方のにじみもやってみます。どちらも綺麗な繊維状になって色が広がっていきます。さっきのストラスモアはマリモっぽい広がり方でしたけど、ウォーターフォードはもう少し丸みのあるまろやかな広がり方をします。はい、そしてグラデーションですね。今度はスペースを広めに取りましたので、綺麗な青空っぽくできるでしょうか。さっきのストラスモアと比べると余裕を持って色をぼかすことができます。乾きがゆっくりなのが功を奏してる感じがしますね。さっきのストラスモアと比べるとだいぶ真面目にグラデーションできてるんじゃないでしょうか。ストラスモアはね、ちょっと乾きが早いです。ウォーターフォードは完全に乾いた色が溶け出しにくいという一方で、絵の具の乾きがゆっくりなので、にじみやぼかしも余裕を持って塗ることができます。人に例えると、おおらかな性格で約束はちゃんと守るっていう感じがしますね。ストラスモアはちょっとせっかちで、でも仕事はできる、頼れる人っていう感じがします。そういえばこの色がはみ出しちゃったパターンやってなかったんで、ちょっとやってみます。何らかの境界線を引きまして、
で、はみ出した色の修正が効くかと。これはなかなか難しいですね。やっぱ一回乾いちゃった色は取り除きにくいっていう特徴があります。この辺の色の残り具合はストラスモアと同じくらいですかね。はみ出したくない部分がある場合はちょっと気をつけて塗りましょう。はい、ということで今回はストラスモアとウォーターフォード、この2種類の水彩紙塗り比べをしました。透明水彩は使う紙によってかなり仕上がりが変わる画材です。紙を変えたら絵が上手くなったということもザラにありますので、今回紹介した2種類のちょっといい紙、よかったらぜひ試してみてください。どちらも甲乙つけがたいというか、それぞれの紙に違った特徴があります。ストラスモアはとにかく発色が鮮やかです。絵の具の乾きが早く、一度定着した絵の具は再度水筆で溶いても動きにくい傾向があります。滲みも綺麗に広がってくれます。手早く作業したい人にはおすすめの紙です。そしてウォーターフォード。こちらはストラスモアと比べると絵の具の乾く速度が緩やかで、滲みやぼかしを慌ててやる必要もありません。紙に定着した絵の具の取れにくさは同じぐらい、そしてしっかりとした重ね塗りにも対応してくれる強靭な紙です。ストラスモアもウォーターフォードもどちらもとても強い紙ですので、何回絵の具を重ねても水筆でたくさんなぞってもへこたれにくいです。今回の動画参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回紹介した紙どちらも本格的な作品制作に適した紙だと思いますので、これからもお花の動画とか猫ちゃんを描くときとかガンガン使っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。